はい、皆さんこんにちは。青空ガレージチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125冬のオイルとイリジウムプラグ交換編。固めのオイルは冬の時期指導性に影響があります。そこで冬の気温に合わせたオイルを選んでベルハンマーライトを点火してエンジンを保護。イリジウムプラグで指導性を向上。果たして真冬の寒い朝エンジンのかかり具合は？ゆっくりしていってね。というわけで今回は少しエンジンオイルの話をしたいと思います。エンジンは基本的に熱を発生し高温になるため、真夏を考えてオイルは高粘土の 20W50 を選んでいます。春夏秋は良いのですが、日本の真冬は話が違います。高粘土オイルは耐摩耗性やピストンリングの密封性が高いけれど、エンジンの始動性や油圧の伝達には低粘土の方が優れています。そこで冬には冬のビールオイルということで低温よりの SAE10W40 を入れます。そしてエンジンを保護する成分を補いたいのでベルハンマーライトを追加します。低粘土のオイルを使いながら高粘土のメリットを追加します。新しく軽自動車高回転型エンジン向けライトが出ました。そして着火性が高く耐久性に優れたイリジウムプラグに交換して真冬の冷感時始動性は良くなるのかやってみたいと思います。オイル粘土規格は SAE が定めたものでシングルグレード、マルチグレードの2種類があります。シングルグレードはもはやヴィンテージハーレー以外馴染みがなくなり現在は低温高温の2つの数字が表示されているマルチグレードが主流です。 10W40 の W はウィンターを意味しわざわざ表示しているということはオイルにとって冬は特別な季節。高粘土のオイルは温度が低いと硬くて流動性が悪く始動性が悪化。暖気不十分だと過度な圧力がかかりオイル漏れを引き起こします。特にコマジェのオイルラインは狭く漏れやすいので致命的です。抜いたオイルを測ります。このオイルも 10W40 でベルハンマーは1回飛ばしています。今回は 2000キロ走行オイル消費量はマイナス 250cc でした。というわけで真冬仕様の 10W40 を入れます。低温時の始動性に言及しているバルボリンプレミアム 10W40 ではなぜ普段は高粘土オイルを選んでいるのか。 20W50 という固めのオイルはクラシックカー旧車用とされ高温による油膜切れを防ぎ摩耗によって広がったクリアランスを密封。そしてエンジンを保護する成分 ZDDPメーカーは上限なしで点火することが可能。ただし ZDDP は環境負荷物質
でセンサーや触媒を汚してしまうので、最新型低粘土指定のエコカーにはおすすめできません。そのため API の規格では環境保護のため含有量が制限されています。ところが高粘土オイルは今のところ制限対象外。メーカーによって独自の配合や開発をしているので千差万別。しかしプレミアムの代表正常を見ると ZDDP は見当たらないので、ベルハンマーライトを点火してエンジン保護成分を追加します。比較的高回転で走ることが多い軽自動車向けということで、ライトは高度が軽いという意味ではなく、1本あると便利なシリンジ、ホム線園芸コーナーで売ってます。125cc のスクーターに入れるのでライトが正解だと思います。ベルハンマーは湿式多番クラッチのオートバイには絶対に使用しないでください。エンジンオイル 1200cc に対して5から 10% 以内ということなので、今回は 85ml を入れて 260ml ボトルを3回に分けて使い切りたいと思います。きっちり測って 1200cc。完了です。続いてプラグ交換に行きましょう。ノーマルプラグを外してイリジウムプラグに交換です。完了です。おはようございます。こちらはとある静かな駐車場です。今日はこちらに小町さんがお休みということで、寝起きドッキリ企画です。ただいまの気温は100度などといったところでしょうか。それでは小町さんを起こしてみましょう。小町さん、小町さん、小町さん、起きてください。気さしちゃいますよ。ただいま小町さんの体温は3度のようですね。それではこの辺で小町さんのエンジンをかけてみたいと思います。果たして一発でかかるでしょうか。セル何秒でかかるでしょうか。それではいきますよ。小町さん、ずいぶん寝起きがいいですね。昔から朝に強いタイプですか？いえいえ、普通ですかね。また見てね。
までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。